ひろみの育児チャンネル。はい、皆さんこんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。今日はですね、発達障害の ADHD の子あるあるなんですかね。座ってご飯を食べられない、じっとできないという困りごとに対して我が家がこういうことをして、効果が出てると感じてるよっていうようなお話をしてみたいと思います。あくまでもこれは、お医者さんの助言に基づいた対応はしているものの、我々なりのアレンジが効いているので、一家庭の一つの例として聞いていただければと思います。また発達障害と一口に言っても ADHD と言ってもやっぱり全然出ている症状だったり困りごとって多岐にわたると思うので、あくまでも息子の場合はという前提で聞いていただければと思います。はい。で、我が家の困りごとの一つにですね、食事問題がありまして、まずご飯だよと言ってすぐ来ない。で、ご飯だよって座らないとご飯なくなっちゃうよとか言って本当に来ないので、取り上げるともう結構狂ってしまうみたいな。で、それを放置していると危険行動に出てしまう。で、それを見てご飯をあげるっていうのは間違った対応なんですけど、その本人の言うこと聞いちゃってるんで。なんですけど、できればそういう方向に持っていきたくないじゃないですか。いろいろと試行錯誤したんですよ。歴史を振り返りますと、まずはお医者さんの助言の通り、一度に出す量が多いと本人がもう疲れちゃうので、やる気失っちゃうので、フランス料理のフルコースみたいに、まずは前菜ですと。次にメインですみたいな。そういう感じで小出しにしたらどうですかって言われて、保育園の頃はそれもしてたんですけど、こっちが疲れてしまって。で、一応、一度にたくさん出すよりは、もちろんこれを前菜食べてちょっと動くとか、そんな感じにはなるので、動いてることには変わりはないんですけれども、ちゃんとここのプレート終わったな、みたいな。やった感は、生まれるので、子供にとってはいい影響があるのかなとは思ったんですけど、ちょっと私が続けられなくてそれは断念をしたんですよね。で、その後もちょっとワンプレートにしてみたりとか、いろいろ工夫はしたんですけれども、そんなに大差は出ないと言いますか。で、本人はその食事が嫌いなわけではないんですけど、飽きちゃうんですよね。で、ポケモンカードバトルがすごく今大好きなんですけど、パパと対戦してる4、50分、結構長いんですよ。4、50分って1回も経たないんですよね。で、そういうのを見てると、やっぱり自分の興味のあることには座っていられる。あるいは学校とかお外、みんながいる場所では、座っていられる。先生の話を真面目に聞いたりとかは授業参観を見る限りしてないんですけども、一応耳には入ってるし、みんなに促されてやれることもあるし、とりあえずちょこちょこ動いたりは、全然してなかったんですけど、やっぱお家だと気持ちが緩むのか、多動なんですね。で、自由時間というか遊ぶ時間にどんなに多動でも構わないんですけど、食事の時間にご飯だよって言っても座らないとか、一口食べたら動くとかっていうのは、結構ストレスフルになるんじゃないですか。すごくなるんですよね。で、それがお家だけじゃなくて実家に行った時とか、義理の実家に行った時とかにも出るわけですよ。で、そうするともう親もびっくりしちゃうし、呆れるし、保育園とか学校ではできてるのになんでできないのっていうことにつながっていくんですよね。で、それをまた想像すると、こっちもまたストレスで、いつまでこれするんだろうみたいな、また何か言われちゃうよとか、思うんですよね。で、その件に関してはちょっとまた別の動画にしようと思うんですけれども、その他の人に説明する方法みたいな。我が家で最近していることは、ご飯だよって言って来ないじゃないですか。レゴとかでずっと集中して遊んでる。で、それを引き離すと悪いことしか起きないって分かってるので、じゃああと何分なら来れるって聞くんですよね。で、具体的に分数を自分で決めてもらうと。で、時間の感覚っていうのは分かりにくいっていう話もあるんですけど、うちの場合はもう本当に1歳の頃からアレクサタイマーを使ってあと何分でお家出るよとか、これが鳴ったらこれしようねっていうのをずっとやっていたので、割と
分数感覚はあるんですね。例えば変な話、私が手が離せなくって、ママこっち来てって言われて、このお皿終わったらねって言うじゃないですか。ちょっと待ってねって。そしたらあと何分ぐらいって言われて、あと3分ぐらいかなって言ったら、息子がアレクサ3分のタイマーかけてっていうくらい彼自身も私たちに対してやることがあるので、だったらこっちも聞こうということで、あと何分なら来れますかっていうのを聞いて、あと5分とか10分とか言うんですよ。で、10分も長いなとか思うんですけども、そこは何も言わずに、じゃあなったら絶対に来てねって言って、自分の約束事を自分で守らせるっていう前提で、10分はもう待たずにこっちは食べちゃうんですけど、かけさせますと。で、そうすると、ちょっと前は10分なってもまだやりたいって言ってたような気がするんですけども、最近は自分で決めたことをさってやってくれるようになりました。で、何が違うのかなって思うと、もちろん成長もあると思うんですけども、2つあるのかなと思っていて、保育園の頃はあと10分ねって言っても、来ないし、10分って言ったよって言っても怒っちゃうみたいな、まだやりたいみたいな。何が違うのかなっていうと、もちろんその本人の成長もあるだろうし、一つはまだやりたいって怒ったことに対していいことが全くないってことを学んだ。癇癪対応の時と同じように、怒っても泣いても意味がないっていう態度を我々が一貫してとっているので、もうこれは怒っても泣いても意味がないんだなって、諦めてくれているのか、あるいはできたことに対する報酬とか、褒めることとか本人にとって嬉しいことっていうのを、私たちも息子が小さい時よりも上手に提供できるようになってるのかなっていう気はしますかね。例えばすごく具体的に褒めるとか、最近お小遣い制度を始めたんですけど、ご飯とお風呂と歯磨きスムーズにできたらいくらねみたいな、そういう報酬設計とか、今までおやつだったんですけど、最近響かないのでちょっとお小遣いに切り替えてみたら、それが割とワークしてる。すごい少ない額なんですけどねっていうようなこととか、その2つがあるのかな、成長も入れると3つがあるのかなと思うんですけど、割と時間を決めると、自分で決めさせると、すぐ座れるようにはなるんです。ただ一口二口食べて遊ぶんですよね。トランポリンで遊んだりとか、テレビの前行ったりとかで、その時に今までだったら注意してたんです。早く座りなさいみたいな。だけど今は注意しないで、何を言うかというと、決められた時間、ご飯の時間は、夕飯の時間は40分って決めてるんですけど、40分のタイマーがあとどれくらいなのか分からせるために、アレクサタイマーあと何分って聞きます。そうすると、あと残り30分ですとか14分ですとか言うじゃないですか。で、時間が限られてるってことは本人はもう分かっているので、14分しかないから早く座った方がいいよとか、14分あるからできるよみたいな、なんかマイナスな表現するとすぐ諦めちゃうんですよ。これも ASD の特徴っぽいっていう風にね、いろんな情報を追ってると思ったりするんですけど、なんかすぐね、自暴自棄になりやすいんですよね。なので、あと14分でこれだけ結構厳しいかもなとか思いながらも、あとこれとこれだから14分あったらできるよとか、本人はなんか諦めモードだったとしても、ちょっと手伝いながらもできるみたいな、もうできるを重ねる。これはお医者さんに言われた通り、日常生活でもうハードルを下げてあげて、本人のできるを積み重ねてあげてくださいっていうことに基づいてるんですけど、毎日必死です。その40分以内に食べる、それを自分ではやっぱりできる時もあればできない時もあるので、正直これ厳しいだろうっていうようなスピード感で出ることもあるので、もうそこはサポートをしながら座ってかき集めて、これ口に入れなとか、ちょっと食べさせたりとかしながら、とにかく40分で僕は食べれるんだっていう実績を毎日作るっていうことを意識してるんですよね。なので、早く食べなさいとかじゃなくて、タイマーあと何分だよって教えてあげて、それで本人がすぐ戻ってこれたらすごいじゃんみたいな、1回で戻ってこれたねみたいな感じで、まず褒めてっていうことを毎日
毎食しています。で、これはやっぱり親の努力がすごく大切だなと思っていて、まず否定から入らない。こんなこともできないんだったらご飯あげませんとかだと、やっぱりうちのタイプの ASD の子には逆効果であることがすごくあって、もう全否定になっちゃうんですね。自分は座らなかったからご飯を食べられなかっただけではなくて、自分はもう全部ダメな人間なんだっていう自己否定に全てつながってしまう。で、それはもうなんか勝手にやってくださいって言いたくなる時もあるんですけど、そこをねちょっとふと立ち止まるんですよ。本人が一番困ってるんだっていう、私たちがもう日々大変だなって思う何倍も何十倍も埋もれ持った特性として、そう急に全振りで否定が入っちゃうっていうのはやっぱ特性の一つなので、本人が一番困ってるんだっていう原点に立ち戻るんですよね。そうするとなんとか一緒に頑張ってあげよう、頑張ってあげたい、手伝ってあげたい、サポートしてあげたいっていう気持ちになるんですよね。このまま大人になったらちょっとしたことでもう全否定になっちゃって何もできない人になられても困るし、すごくめんどくさいなって感じる時もあるけど、やっぱり親が諦めちゃいけないなっていう、原点回帰にすぐ戻りまして、すぐ座れた偉いねって言って、すごい大きな一口じゃんとか、今日すごい調子いいねとか、昨日より早くないとか、もう本当に具体的なことを言いながら、時にサポートをしながら、もうとにかく時間以内にあなたはできるんだよっていう、そういう実績を積み重ねるっていう練習っていうのかな、しています。で、朝ごはんに関してはこれも賛否両論あると思うんですけど、ほとんど手伝ってます。朝ごはん準備します。で、朝もなかなかスイッチが入らないのでテレビ見たりレゴしたりするんですよ。一時期はもうずっと字を書いたりとかで、それはある意味私瞑想だなと思っていて、これからみんなの集団生活に入っていく、すごく緊張してると思うんですよね。で、日々の疲れもあると。なので、その自分のルーティンだったり、自分が今心落ち着くことを選んでやってるんだなって思った時に、あれもしろこれもしろっていうのは逆効果かなと思いまして、とにかくやってますね。バナナ口に入れたりとか、卵口に入れたりとか、はい、パンかじってとか、あと半分だよとか、もうマラソンランナーの給水所ぐらいな感じで、空いてたら口に入れるみたいなことをもうバンバンやっちゃってます。で、これは普通に見たら、そんなの自分でやらせなさいとか言われると思います。私もやりながらこれでいいのかなって思う時はあるんですけど、休日は自分で食べるんですよね。ただ平日の朝は、やっぱり緊張してんのかなとか疲れてんのかなとかいう感じで、なかなかスイッチ入らないし、それで遅れるよとか早くしなさいってこっちも言葉が増えちゃうと、朝が辛い感じになっちゃうのかなと思ったりして、学校に元気よく行くために手伝ってますね。はい、これはもう賛否両論あると思うんですけど、まずは平日は学校に行くことで、できれば元気に過ごしてほしいっていう、そういうところを目標にしているので、それだったら朝のストレスを極力なくすっていう、そういう考えでやってますだけどこれがいつまで続けるべきなのかとかわからないし、なんて言うんでしょうね、正しいことなのかは正直自信はないんですけど、結果だけ見るとお休み一日もなく、ちょっと我々の都合で一日休ませたことはあるんですけど、一日も休まず元気に投稿してくれましたし、毎日笑って帰ってきてくれるので、そういった結果を見ると間違ってるとも言えないのかなみたいな風には、自己採点ですけど思ったりしてますね。はい。で、平日はもちろんそんなことはしてなくて、これを食べ終わってからじゃないと遊べないよっていう条件付きで食べてもらってはいるんですけど、時間はかかりますね。はい。時間はかかるけど、夜ご飯と同じように
なんかあと何分だよとか、すぐ座れた偉いじゃんとか、あと卵だけなのかっこいいとか、なんかそんなことを言いながらめちゃくちゃ褒めまくって、でも嘘はつかずできたことをちゃんと言葉にしていってっていうことを、ひたすら続けています。はい、皆さんはどのような工夫をされていますでしょうか。ちょっと我が家のやり方が正しいかどうかわかんないんですけど、そういった対応を続けていて、体感としてはやっぱりこっちも怒らなくて済むのでストレスフリーだし、怒られないから息子もストレスフリーでご機嫌がいいんですよね、やっぱり。で、ごちそうさまって言ってお盆持ってってくれたりとか、怒ってないからいろんなその後の行動がスムーズにつながっていくっていう面では、私と多分息子もすごく気が楽にはなりましたね。はい、ただじゃあお外でそういうことをしていくのか、食べさせるのかとか、実家に行った時にどうするのかとか、そんなことも考える今日この頃ではありまして、最近はもうこんな風にしようかなと思っていることがあるので、それは次の動画でお話をしてみたいと思います。ぜひ皆さんの工夫されている点など、効果があったことなどコメント欄で教えていただけると他の方の参考にもなると思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。